やっほー、皆さんこんばんは。マッチングアプリ芸人のテジダッシュです。今回はマッチングアプリを使うか悩んでるあなたへ喝を入れますという動画を撮ったので、ぜひ最後まで見てください。実際にねマッチングアプリ使いたいと思ったりとか、彼氏が欲しいとか彼女が欲しいと思ってるけどなかなかアプリを使うのに踏み込めないっていう方に向けてね、もう私からもう一発喝を入れて、もうすぐに行動に移せるようなちょっと辛口の動画を撮ったので、心して聞いてみてください。確かにね、マッチングアプリって私も初めて使った時が女子大生4年生の時だったんですけど、使うまでとか登録するまでってすごい不安になったりとか、勇気がいるって気持ちもすっごいわかります。でも本当に今の時代マッチングアプリを使わない方がもうね、逆にリスクというかもったいなさすぎるので、もう私がねこれだけいいことがあるよとか、あとみんながねアプリ使わない理由とかね、なんか言い訳をいつもつらつら言うんですよ、本当に使わない人って。なのでその使わない理由あるあるに対して私が論破していこうというコーナーですね。はい、それでは使わない理由あるある1個目に行きます。1つ目は、なんか怖いし知り合いとマッチしたら嫌だです。これ思ってる人多いんじゃないですかね。でも本当に安心してください。もうね、今マッチングアプリをね利用してる人なんてかなり増えてるんですよ。もう恥ずかしいものではないです。全然恥ずかしくもないし、怖いっていうのは具体的に何を怖いって言ってるのかちょっと自分もよくわからないんですけども、本当に使わずにね家でずっとダラダラしてたりとか、ずっと恋愛できないでいる方がよっぽどねリスクだし怖いので、もうそんなことはね気にせずにどんどん前に進んでいってほしいですね。あとはね、知り合いとマッチするのが怖いっていう人はね、対策としては少しマイナーなねアプリを使う、あんまり登録者が多くないアプリを使うっていうのか、あとはプライベートモードっていうのがあるんですよ。プライベートモードっていうのは女性の場合だと大体無料で使えて、男性は一部有料の機能にはなってしまうんですけども、自分が検索していいねをした相手しか自分が表示されないっていう機能です。つまり、自分でお相手を探すっていう必要性はあるんですけども、もし知り合いとか出てきたらプライベートモードなので、もうそっとブロックというか、そもそもいいねをしなければ表示されないので、知り合いにバレるってことはほぼ確実にないかなと思います。なんかね、怖いからアプリをせずに彼氏がいない人生と、少し恥ずかしいけど勇気を出してアプリを始めて彼氏をゲットするの、どっちがいいっていう質問になっちゃいますよね。はい、ただの言い訳ですね。続いてマッチングアプリを使わない理由言い訳あるある2つ目は、メッセージがめんどくさいです。これも結構聞くんですけど、メッセージするのがめんどくさいとか、もう会うまでメッセージしてらんないからそんなアプリとか使ってられないよっていう人いるんですけど、もう安心してください。これも安心してください。メッセージ不要のアプリってちゃんとあるんですよ。なので調べてもらってメッセージ不要のマッチングアプリをぜひ使ってみてください。私もどちらかというとメッセージしないですぐに会う方が好きなので、メッセージ不要で会えるアプリを愛用してます。詳しくは私のノートに書いてあるので概要欄から見てください。で、メッセージがね必要なアプリでもうすぐに飲みに誘っちゃえばいいんですよ。あとはね、なんかいろいろ考えずにもうね、返信いちいち考えてたらもう何人ともやり取りするの大変なので、もう少しボットみたいな気軽な感じで返信すれば楽かもしれないし、返信したくない相手はもう無視でいいしっていう、もうねかなり気楽な感じでどんどん構えてやっていったらもう解決するんじゃないかなと思います。はい、続いて最後3つ目は、結婚式や友達に紹介するときにアプリで出会いましたというのが恥ずかしいからという言い訳3つ目ですね。これもね安心してください。私がマッチングアプリ芸人のもう代表としてこんなのもね時代を変えていくので、本当に安心してください。もうすぐにねマッチングアプリで出会いましたとかね、もう結婚式で今でも言われてると思いますし、そんなこと言うのをねもう普通のもうね世の中になっていくと思うんですよ。私も一応ねマッチングアプリ芸人の第一人者として皆さんがもうちょっとね言いやすいような世の中を作っていこうと思ってるので、今後も応援のほどよろしくお願いしますということでね、全体的に恥ずかしいとかめんどくさいとかっていうね理由で使わない人が多いんですけども、恥ずかしいけど登録してみて素敵な彼氏と出会っていい恋愛ライフを送るのか、恥ずかしいからいつまでも登録しないでね恋愛したいけどとか彼氏と出会いたいけどできないとかっていうの、どっちの人生を選びますかっていう話なんですよ。何事もね初めてやることは勇気がいるし大変だと思うんですけど、そこをね一歩踏み込んで行動するかしないかはあなた次第だけど、別にねそんなにマッチングアプリすることで特に女性は無料だしデメリットってないので、とりあえず何人か会ってみるっていうことをぜひ皆さんにやってほしいなと思っています。
それでは続いて、そんなあなたに私からコツとしてアプリを使う3つのねメリットも女性目線でお伝えしていこうと思います。でまず1つ目はね、今すぐ今日にでも運命の相手に出会えるっていうことですね。マッチングアプリってとても即時性があると思っていて、例えば職場の知り合いとかなんか趣味で知り合うってなったら、そもそも職場にいなかったら職場を変えなくちゃいけないし、また紹介してもらうのも時間かかったりとか、趣味だったらまたね新しい今いい人がいないんだったら趣味を始めなくちゃいけないし、かなり時間も労力もかかります。なのでマッチングアプリだったらね、今日にでもねすぐ新しい人と出会えるので、かなり即時性がある面は私はとても好きだなと思っています。続いて2つ目は、冷静に条件を考えてからマッチできるので、結婚を考える出会いにはとても向いているということです。マッチングアプリでちゃんとプロフィールを見れば、相手の職業、年収、転勤があるか、相手の結婚観とか恋愛観っていうのが分かるようになっています。なので、普通の出会いだったらそこはなんか付き合うまで分からなかったりとか、聞かないと分かんないんですけども、メッセージをする前とか実際に会う前に分かるので、かなり冷静な判断をしてからお相手に会うことができるので、効率がいいと思ってるんですね。その前に自分がどんな相手と付き合いたいとか結婚したいと思ってるのかっていうのを整理してから挑む必要があるんですけど、ここはやっぱ条件で白ぶれるっていうのは高輪望みになるとか言われがちですけど、私はかなり効率的でいいなと思っています。最後3つ目のメリットなんですけども、これは私だけかもしれないんですけど、友達もできるっていうことです。異性にはなってしまうんですけども、私マッチングアプリで出会って普通に男友達とか飲み友達になってる人が結構多いんですよ。ランチ行ったりとか、なんか普通に何人かでご飯行ったりとか、なんかそういう新しい人間関係を広げるっていう意味でもマッチングアプリはねとても最適ですし、ビジネスの幅を広げるっていう意味でも新しい出会いがあるので、ぜひ皆さんに使ってみてほしいです。今回の動画いかがだったでしょうか。本当にね皆さんに私はアプリの素晴らしさを知ってもらって、いい出会いをねたくさん獲得していってもらえたらなと思っているので、このようにねめちゃくちゃアプリをご利用してるんですけども、まだね不安な気持ちもあるかもしれないんですけど、ぜひ素敵な出会いをゲットするためにもまずは行動あるのみなので、今すぐこの動画を見た後もうね何かしらアプリを登録してみて、今週末とかねもうすぐ明日でもいいんですけど、誰かに出会ってみてください。ということで、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。インスタ、ツイッターもやってるのでフォロー、あとは動画のグッドボタンもお願いします。それでは今日はこんな感じで動画を終わりにします。ありがとうございました。